こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今夜は日本の古い家に住む小さな妖怪、それとも神様のお話です。さあ、どんな物語なのかお楽しみに。それではゆっくりお聞きください。座敷わらし。座敷わらし。ある人は夜にいたずらをする子供の霊だという。またある人は家に福を呼ぶ神の子だと。昔昔何代も続く大きな長者の家がありました。その家には二人の座敷わらしがいると噂されていました。夜になると奥の部屋から小さな足音が聞こえます。二人は人形で遊んだり、寝ている人の枕をひっくり返して声を潜めて笑っていました。しかし時は流れ、長者の息子が家を継ぐと、その笑い声はだんだん聞こえなくなっていきました。息子はお金にしか興味のない男でした。バカな話をするな。家が豊かなのは座敷わらしのせいではない。俺の力だ。奥の部屋のガラクタなど捨ててしまえ。ある夜、息子は奥の部屋からの物音に怒り、ろうそくを手に襖を開けました。けれど、そこには誰もいません。おもちゃも人形も今はありません。そしてその日から家の空気がすっと
冷たくなりました。翌朝、家の者が言いました。昨夜は不思議と静かでしたね。それからというもの、家のにぎわいもなくなり、蔵の米もゆっくりと減っていきました。男は初めて気がつきました。この家が豊かなのは座敷わらしのおかげだったのかと。夜、男は奥の部屋に一人座り、小さくつぶやきました。すまなかった。俺は君たちを追い出してしまった。その時、かすかな足音がしました。トタトタ。男は顔を上げ、あたりを見渡しました。そこには赤い着物を着た二人の座敷わらしがそっと笑っていました。帰ってきてくれたのか？うん、ただいま。また遊ぼうね。小さな声がそう答えた気がしました。翌朝、男が目を覚ますと、奥の部屋には自分が幼い頃に遊んだ人形や駒が転がっていました。男は目を閉じ、深く頭を下げました。それから男は真面目に働き、奥の部屋を清め、人形やおもちゃを置き、人にも優しくなりました。そして不思議なことに、
家にはまた人の笑い声が戻ってきたのです。今でも奥の部屋からは夜な夜な楽しい笑い声が聞こえているそうです。おしまい。妖怪とも神様とも言われる座敷わらし。けれど本当はただそこに住む優しい心だったのかもしれません。さて、一つ問題です。座敷わらしたちはどんな服を着ていましたか？答えはコメント欄にあります。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。いい夢を。